愛です。あかりだよ。ステーブルディフュージョン WebUI でモデルを追加してアニメ風の美少女を生成するにはどうしたらいいのかなと思った人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。初期設定で入っているステーブルディフュージョンのモデルではアニメ風の可愛い美少女を生成するのが難しいので、モデル配布サイトからアニメ風のモデルをダウンロードして追加する必要があります。この動画では、Google コラボでステーブルディフュージョン WebUI を使って、モデルの追加方法とアニメ風の美少女を生成する方法までを解説します。まず最初に、モデルをダウンロードする必要があります。モデルをダウンロードできるサイトは2つあります。1つ目はシリット AI、2つ目はハギングフェイスというサイトがあります。他にもあるとは思いますが、2つのサイトは有名であり、モデルデータが豊富に配布されています。どっちのモデル配布サイトがおすすめなのかな？ハギングフェイスはモデルのサンプル画像がなかったりするから少しわかりづらく、シリット AI では参照になるサンプル画像やデータが多くあるからおすすめだよ。今回の例では、シリット AI のサイトにアクセスして、エニーローラというモデルを追加します。概要欄にモデルリンクを貼っていますので参照してみてください。アクセスしたら、右上にあるダウンロードボタンにマウスカーソルを合わせてから右クリックしてください。Google Chrome の場合ですが、リンクのアドレスをコピーをクリックしてダウンロード URL をコピーします。こちらがコピーした時のダウンロード URL になります。右側の数字が違うけど大丈夫かな？右側の数値はバージョンがアップデートされたりすると変わったりするので、こちらの URL は参照程度に確認しておいてね。コピーしたダウンロード URL は Google コラボで使用するので、メモ帳などにペーストしておくといいでしょう。ここからは Google コラボを使ってモデルを追加する方法を解説します。Google コラボにアクセスしてください。ファイルをクリックしてから、ノートブックを新規作成を押します。編集をクリックしてノートブックの設定をクリックします。ハードウェアアクセラレータの項目で GPU を選択してから保存をクリックします。次にプラスコードをクリックしてコードを記入する場所を追加させます。ここからエニーローラモデルを使用するためのコードを追加します。エニーローラはチェックポイントのモデルなのですが、チェックポイントモデルを追加する場合は、こちらのように赤字の部分にあるダウンロード URL と書かれている場所に、先ほどコピーしたエニーローラのダウンロード URL をペーストして貼り付けると使用することができます。例としてペーストした後はこちらのようになります。Python や他のプログラミング言語をある程度知っていないと少しわからないかもしれませんが、とりあえずコピーしたダウンロード URL を赤字部分にペーストするとモデルを追加して使用することができます。入力しているコードは何をしているのかな？このコードは何をしているのかというと、コピーしたダウンロード URL に行ってモデルをダウンロードしてから、ステーブル -diffusion/ のフォルダの中にダウンロードしたエニーローラのファイルを入れるところまでを行っているよ。なるほど。右側にある赤字部分はモデルのファイル名になっており、こちらの例ではエニーローラと入力しています。ファイル名は基本的に自由に決めてよいのですが、中には決められたファイル名を入力しないとエラーが起きて使用できない場合がありますから、決められたファイル名を入力する必要があるのかシビット AI のモデルサイトにある説明欄を確認しておきましょう。ローラモデルを使う場合も同様な方法でやると使用できるのかな？ローラモデルを追加する場合、コードはこちらのようにチェックポイントモデルとは少し違うよ。何が違うかというと、チェックポイントモデルの場合は、右側にあるステーブル -diffusion/ の中に入れるのに対して、ローラモデルでは右側にあるローラスラッシュの後にファイルを入れないと、後からエラーが起きてモデルが使用できないよ。チェックポイントモデルとローラモデルを入れる場所は、別のフォルダに入れる必要があるよ。間違えやすいからよく確認しておこうね。チェックポイントモデルなのか、ローラモデルなのかわからない場合はどうやって確認したらいいのかな？チェックポイントモデルなのかローラモデルなのか見極めるにはシリット AI のサイトから確認することができるよ。こちらは左上にチェックポイントと書かれているよ。こちらではローラと書かれているよ。チェックポイントモデルなのにローラのフォルダ場所にファイルを入れるコードを記入してしまうと、後からエラーが起きるか、読み込めずに使用することができないよ。
だから、チェックポイントなのかローラモデルなのか、これらはコードを追加する前にあらかじめ把握しておこうね。了解。エニーローラモデルのコードを追加したら、その後に左上にある実行ボタンをクリックします。こちらの画像に記載されているすべてのコードは、概要欄に貼ってあるブログリンク内に載せているので、コピペして使用してみてください。コードの量によりますが、数十分くらいしたらコードの一番下あたりに、グラジオ .live と書かれた URL が表示されるので、クリックしてステーブルディフュージョン WebUI を起動してください。起動したら、左上にあるステーブルディフュージョンチェックポイント項目にあるモデル選択場所をクリックして、追加したモデル名が確認できたら完了です。ここではチェックポイントのモデルしか使用できません。ローラモデルはここで選択して使用するとエラーが出るので、使えないということを覚えておきましょう。ローラモデルは違う方法で使用できますが、今回の動画ではローラモデルの使い方については省きます。次は、追加したエニーローラのモデルを使用してアニメ風の可愛い画像を生成します。プロンプト内に画像生成してほしい呪文を入力します。プロンプト内にはこちらの呪文を参考に、マスターピース、ベストクオリティ、4K、ディテイルドフェイス、キュートアイズ、ディテイルドヘア、アニメ、ワンダールを入れることで、クオリティの高い画像生成をすることができます。入力したら右上にあるジェネレートボタンをクリックしてください。数十秒でアニメ風の美少女を画像生成することができたね。これらの呪文を参考に改良してみて、さらに可愛い画像生成をしてみるといいでしょう。次はシリット AI からアニメ風の美少女画像を参照して生成する方法を解説します。今回はエニーローラの URL トップにあるアニメ風の美少女画像を参照してみます。右下にあるインフォメーションボタンをクリックしてください。コピージェネレーションデータをクリックするとプロンプトなどの内容がコピーされます。ステーブルディフュージョン WebUI のプロンプト内にそのまますべてペーストしてください。ジェネレートボタンの下にある左下の矢印ボタンをクリックしてください。プロンプト内にペーストしていたパラメータ情報がすべて自動で振り分けられて設定されたよ。でも、これで画像生成しようとするとエラーが起きて生成できなかったよ。なんでかな？アックスケーラーの項目で RESR ガン 4X プラス V3 になっていて、設定項目に存在しないので画像生成しようとするとエラーになるの。だから、似たような方法である RESR ガン 4X プラスを選択してみるといいよ。これでジェネレートボタンをクリックするとシビット AI で参照した画像と似たような生成ができるよ。アックスケーラーの場所では、エラーが起きて画像生成できない場合があるのでよく確認しておこうね。了解。シビット AI にある画像のパラメータ情報を参考にして画像生成するのも楽しいので、ぜひ試してみてください。まとめです。モデルを追加する場合はシビット AI かハギングフェイスのサイトに行ってダウンロード URL をコピーしましょう。コピーしたら Google コラボ内にモデルを使用するために、コード内にダウンロード URL をペーストして追加することで使用できます。チェックポイントとローラモデルは間違いやすく、同じフォルダ場所に入れてしまう場合があります。入れるフォルダ場所は違うのでよく確認するようにしましょう。シビット AI からアニメ風の美少女画像を参照して生成する場合には、コピージェネレーションデータでコピペすると非常に楽なのでおすすめの方法です。ぜひ試してみてください。以上でモデルの追加方法とアニメ風の美少女を生成する方法について解説しました。iGene では生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。